こんにちは。お元気ですか？今日は8月8日の土曜日ですね。あ、今日からもしかしたら一般の会社員の方とかはお盆休みかな。多分そうですよね。この土日につなげて、そこからお盆休みってだいたい10日前後ね、取る会社が多いと思うんですけどね。じゃあ今日は休み初日ということで、一番いいタイミングですよね。気分的に一番最高じゃないですか。あと何日休めるみたいな。昨日まで疲れたみたいな。それでもう二度寝とかしたりとかゴロゴロしたりとか、YouTube 見まくってゴロ寝してお菓子食べて、で夕方になったらビールでも飲んでとかね。最高ですよね。でもあれか、ちょっとお盆だから里帰りしなきゃとかね、そういう人も結構いるのかな。お子さんとかを連れて実家とか行かなきゃだったり、お墓参りとかね、そういうので逆に大変な人もいるかもしれないですね。やっぱり長距離移動とかだとね、疲れるじゃないですか。車も電車も両方疲れますよね。なのでね、もしかしたらちょっと逆に今大変みたいな方もいらっしゃるかもしれないですね。世の中はお盆休みということで私もね、ちょっと勝手に夏休みってことで最近はちょっとのんびり過ごして、Amazon でね、読みたかった本とか注文して届いたんですけども、前回の動画でも言いましたけどね、私の大好きな藤沢周平さんの作品で読んでなかったやつでね、なんだったっけ、極意立花昇手控えのシリーズのやつね、1巻だけもうずっと持ってて、全部読み切っちゃうのが切なくて、234巻を買ってなかったんですけども、それをね15年ぶりぐらいにもう読んじゃおうと決めてポチったっていう感じでね。で今ね全巻揃ってるんですけども、昨日まででねまだ2巻までしか読んでないんですよ。結構ねスローペースでゆっくり読んでますね。1話完結のやつなので、すごくちょこちょこ読みがしやすくていいですね。でああやって時代小説とか読んでるとなんか思うのは、やっぱり江戸時代とかなんでね、昔はね普通にいとことかと結婚するのが結構普通で、逆によくあるパターンっていう感じですよね。お金持ちの家とかお武家さんとかそういう人たちはもちろん跡継ぎとかね血筋とかそういう理由もあってもちろんですけれども、特にねお金持ちのお家じゃないとことかでもいとこ同士で結婚するとかね、そういうのも結構あったっぽいなっていうのはなんとなく読んでてね感じたりとかしましたね。でいとこ同士の結婚とかってね、いつぐらいまで結構普通だったんですかね。戦後とかもそこそこあったのかな。戦前とか明治とかだったら全然普通に逆によくありそうっていうイメージですけどね。でももう私が生きてた時代というかね、とかはもう基本的にはいとこと結婚できるっていうのは知ってましたけれども、あんまりしないよねっていう、そういう感じ。基本的にはしないけど、なんかこうお互い好き合っちゃったらするんじゃないみたいな、そんな感じでした。法律上はいとこから結婚していいんだよっていうのは知ってたけども、積極的にというかね、わざわざお見合いとか家族間で誰々ちゃんと誰々ちゃんいとこ同士でいいんじゃないみたいな、そういう話は基本的には出ないっていうね、そういう感じでしたね。そうそう。だからあれですかね、もう昭和の初期ぐらいはあれかもしんないな。でもどうなんですかね、戦後くらいからはあんまなくなったっていう感じなんですかね。
でやっぱりこういとこ同士とかその血族間での結婚っていうとすぐパッとイメージに湧くのがヨーロッパのねハプスブルグ家でしたっけあのこう近親者同士の血族同士での血を濃くしていってその近親婚みたいのを繰り返して、で結局病弱だし、あとすごい特徴的なねナスビみたいな顔立ちね、顎が出てて、でなんかもうこの見た目的な特徴もこの顎が出ててああいう感じですけれども、結構それに伴うなんだろう、食べ物の咀嚼とかそういうのとか体の全体的な弱さとかそういう問題とかもあってっていうのはね、結構最近は YouTube とかでもね気軽にそういう話ってあれと思ったら見れちゃうから、特にネタとかでもしやすいんだろうなっていうふうには思いますね。歴史系のネタとかでもやっぱりちょっとストーリー的に面白いじゃないですか、興味深いというか、そういうのもあって、そうそう、ハプスブルグ家ってちょっと有名ですよね。そういうこのハプスブルク家の体が弱いとかね、そういうのを考えるとやっぱり近親血が近い者同士っていうのはね、生物学的にもあんまりよろしくないというか、ダメって言ったら語弊があるんですけど、タブー視、タブーっていうのは、いとこぐらいならいいとは思うんですけども、もっと近い兄弟とかもしくは親子とかね、そういうのは当然倫理観っていう意味でももちろんありますけれども、遺伝子的にいわゆる劣勢遺伝子っていうようなものが出やすいというかね、まさにハプスブルグ家みたいにね、その健康上とかそういうのでもよろしくないから、だんだんねそういうのはなんだろう、倫理以外にも医学的な要素でタブーというかね、基本的にはしませんよっていうのが当たり前になったのかもしれませんね。なんていうことをね、昨日ね時代小説を読みながらね、なんとなくいとこ同士の結婚とかってもう今時だと基本的にはしないよっていうスタンスの世の中だよねっていうのをなんとなく思って、でも昔は全然近親って言ったらいいのかな、血が近い親類ぐらいの結婚は普通にあったよねっていうのを考えて、そう考えると昔はなんて言うんだろう、この劣勢遺伝子とかあんまり血が近い者同士で結婚とかすると、その後の生まれてくる子とかの遺伝子的な体の強さ弱さっていうのであんま良くないよっていうのね、そういう医学的な知識みたいのがまだ分かんなかったからなかったから、そういうのもあってっていうのかなっていうふうに思ったりしましたね。よくね、殿様とかでもね、何々藩のいろいろ争いとかでも生まれてきた子がね体が弱くて、早く亡くなっちゃったから、その後のね後目の争いがなんちゃらとかね、そういうストーリーって多いじゃないですか。でちょっといろいろなんやかで狙われて実はちょっとそう殺されてしまったとか、そういうのもあるとか思うんですけれども、結構そういう話って結構病弱な子が生まれたりとかしますよね。そういうところってやっぱり昔は劣勢遺伝子とかそういうのがまだ分かってなかったから、血は濃い方がいいみたいなね、そういうのがあって、結構近親での婚姻が繰り返されて、もしかしたらその遺伝子的な多様性っていうのがなくて逆に劣勢遺伝子が表に出てくるっていうような結果につながっちゃったから、そういう血筋を大事にするところほど病弱な子供が生まれてしまうとかね、そういうロジックがあったりしたのかななんて、なんとなくね妄想したりとかしてましたそうそう。
だからなんかそれで考えたら今現在の世の中ってもちろんこう血のつながった人同士では基本的には結婚したりとかお見合いさせたりとかはしないですけれども、単純にこう交通とかね、そういうのが発達してって、昔と比べるとね、山一つ隔てたところの村とかね、そう村の中だけでずっとこう子孫をこう繁栄させていくとか普通にあるじゃないですか。山あいの村とか、こうそういうちっちゃいちっちゃいコミュニティだけでみんながそこで生まれて、その人たちだけしか知らずにそこでみんなそれぞれ繁殖してみたいなね。だからこうだんだん時代が進むにつれて、そういうのがこう例えば長距離移動がこうできるようになったりとか、もしくはこう道とかね、山あいの道とかでもどんどんこうできるようになって、馬で移動してとかね、それが車になってとか、インフラとかも現代ではもちろんですけど整って、もう今なんかね、こう何県に生まれましたっていう人が普通に全然違うところに転勤になってそっちで住んでとかね、なんだったら地方の大学行って、もしくは地方に住んでた人は東京の大学に来てそこで就職してとかね。でそこで就職したけどやりたいことがなんとかだったんで違うところに移住してそこでやったとかね。あとは転勤して東京から大阪に行きましたとかね、福岡に行きましたとかね、そういうのも当たり前なんで、だから昔みたいにどこの村に住んでてその地域の何百人くらいの中で婚姻を繰り返してたとかね、何百人っていうかもっと少ないかもね。なんかそうやってあの遺伝子的には同じような遺伝子でこうなってたっていうと同じような病気が出やすくなるとかあると思うんですけども、多様性がないから。でも今はめっちゃこういろんなところに住んでみたいなね、北海道のどこで生まれてどこの、同じような名字があったりとかこう血族があるところの人でも、そこで生まれた現代の子って全然違うところで住んでそこで生きて、別になんかそこで生きてなくてもなんて言うんだろう、例えば同じ何々県の何々市っていう一つのところで生まれて生涯そこで暮らしたとしても、結構お嫁さんは全然違う遠いところのから嫁いでくるとかあるじゃないですか。どっかの遠い大学に行った時そこで出会ったとか、なんだったら別に大学じゃなくてもどっか旅行行った時に出会っちゃってとか、なんだったら今だったら SNS で出会っちゃってみたいなそんな感じで、だからいろんな血が思いっきり入り乱れることができる、めちゃめちゃ遺伝子的には多様性がつくっていう意味ではめちゃめちゃ遺伝子的には今いい感じになってんじゃないのっていうふうに妄想したりしましたね。やっぱり多様性っていうのは大事で、この劣勢遺伝子とかもね、同じ村とかで例えば A っていうなんかこういう病気になりやすい遺伝子とか一つ持ってて、でお父さんがその遺伝子持っててお母さんもその遺伝子持ってて、2人とも病気は発症してなかったけども、結構そういう遺伝子って2つ揃うと発症するとかそういうのあると思うんで、だから同じ遺伝子が2つ揃っちゃったおかげでその子は病気になっちゃったとか、そういうのもあると思うんですよね。それを全然外部の人間でもっと多様性な遺伝子がこう混じればやっぱりね、こうそういうリスクっていうのは減っていくし、強い種ができやすくなるっていうのはそういうんなんかなって思ったりとか。それで言うとこうよく恋愛とかでもね、こう全然自分と違うタイプの人を好きになったとか、多分それは性格的なものだけじゃなくて、こう体の遺伝子的に自分と全然違う人になんとなくなぜかわからないけど惹かれてしまうとかね、そういうのって結構本能的なもんだったりとかするのかなと思って。例えば遺伝子情報を見た感じの見た目とかでもね、ある程度この顔の作りとかで出てくるとは思うんですよ。それと匂いとかですね、そういうのいわゆるフェロモンとか、せいぜい人間の五感で感知できるのなんて匂いぐらいだとは思うんですけども、そういうのでなんとなくこの人の匂い
好きだなとかね、そういうのはもしかしたらこの遺伝子的にこの自分の多様性と強い遺伝子を残すっていうのを本能的に、この遺伝子は私にとってこういいっていうのをね、なんとなくこう感じ取って、なぜだかこの人には惹かれるみたいなね、そういうのが起こるかもしれないななんて思ったりとかしましたね。あとはこうでも逆に言うと、自分と同じようなタイプの人とか、なんか同じ共通項があるから惹かれるとか、そういう話もあるじゃないですか。じゃあそれはなんかまた違うななんて思った時に、どっちかっていうとそれは遺伝子的にっていうより、こう自分と同じ感覚なので、こうすごくこう一緒にいて落ち着くとかね、こうちょっとねこう癒しとか、こうちょっとホッとする感じのタイプの人のような気がするんですよね。だからそういう感じでゆっくり愛を育むとか、なんとなくこう穏やかな愛みたいなね、そういうのももちろんありなんですけども、もしかしたらなぜかわからないけどこの人に惹かれるドキドキみたいな、そういうこうなんていうか、こうそういうなんかこうもっとこう愛がこの恋愛的な、よくわかんないけど心拍数上がってみたいな、そういう感じって、もしかしたらこの本能的なこの多様性を求めたこの遺伝子レベルで、こう生物として惹かれ合う、自分にとって良い子孫を残すっていう本能的な反応なのかもなって思ったりしましたね。だからこうなんか知らんけどこの人に惹かれるっていう、そういうなんかカーッと熱くなる感じの恋愛は結構本の遺伝子レベルであれで、もしかしたら一緒にいて落ち着くっていうのは、もっと人間としてのこの本能っていうよりも、もっと違うこの人間が人間としてこう進化してきた上でのこの人と人との情愛みたいな、そういう部分で惹かれ合ってるのかもななんて、なんとなくこう時代小説を思いながら、妄想が妄想でそんなことを思ったりとかしましたね。なんかこの多様性とか劣勢遺伝子とか、そういうので言うと、それで言うとね、今ふと思ったんですけども、コーヒー豆のアラビカ種は弱いですよね。いきなり何言うかっていうと、一般的によく飲まれてるコーヒー豆の中では、アラビカっていうのとロブスター、植物学的にはカネフォーラって言った方がいいのかもしれないですけど、アラビカとロブスターっていうのが私たちが普段飲んでるコーヒーにはあって、アラビカがいわゆる、美味しい豆ですよ。美味しい豆部類、カフェとか、あとはこう普通のロースターさんとかで豆だけ売ってるところはアラビカの豆を置いてて、であとはスーパーとかでちょっと安く売ってるこのドリップパックとかね、そういうのとか、あとは缶コーヒーとかですね、そういうのはだいたいロブスターを使ってますね。アラビカもちょっと混ぜて味とかをどうにかしてるっていうのはあるのかもしれないですけど、だから単純に言うとロブスターはちょっと味が、美味しさで言うとちょっとってやつで、一般的に私たちが飲んでる美味しいコーヒーっていうのはアラビカ種ですね。でアラビカ種の中でも、いわゆるこうパッケージに書いてある品種のティピカとかブルボンとかカトゥーラとかパカマラとか、そういう品種は全部アラビカ種の中のそれぞれの品種っていうことになるんですけど、でアラビカがとにかく美味しいコーヒーで、ロブスターがちょっと味はあれだけど、コスト的にも安いし、あと栽培的にも病気とか虫とかにも強いっていうね、育てやすいっていうね、そういうやつなんですね。で今ね、この劣勢遺伝とかね、この多様性とかね、そういう血が濃いとかね、そういうのを考えてたら、アラビカ種がこう弱い、味はうまいんだけど病気とかに弱いんですよね。サビ病とかで全滅しちゃったりとか、そういうのもあったりとか、だからこう農家さんはね、それを栽培したりとかするのにすごい苦労されてると思うんですけど、虫とかもね。でそこで今ふと思ったのは、アラビカって
って自家受粉なんですよね。自分で自分を受粉するなんかなんて言ったらいいんだろう。まあいいや、じゃあそれに対してアラビカ以外の品種、コーヒーのね、コーヒーの貴族ね、コフィア族ね、アラビカ以外の品種、つまりロブスターとかリベリカとかそういう品種は自家受粉じゃなくて、それに対する多家受粉って言ったらいいのかな、一般的にこの、自分以外の木の違う木からの花粉を受粉するっていうやつですね。だから風とか虫さんとかがこうやって花粉を運んできてくれて受粉できて繁殖していくっていうやつ、これが一般的だと思うんですけども、だからアラビカ、私たちが飲んでる美味しいっていうカフェとかのコーヒーはアラビカ種っていうのはちょっとイレギュラーな種なんですよね。自家受粉なんですよ。自分一人で自分一本で自分のおしべから花粉出してっていうのかな、で自分の木のめしべでこの受粉できちゃうんですよ。だから一人でもっていうのかな、一本でも受粉できちゃうんですよね。そうそう。だからこれってめちゃめちゃ多様性っていう意味では多様性はなくなるじゃないですか。だって自分一人で一本でどんどんこう繁殖していけるので、だから多分そういう意味でこの病気に弱いとか虫とかにも弱いとかね、そういうのもあるんだろうなっていうのを想像したりとかしましたね。そうそう。だからアラビカ種もね、だから今ではね、このハイブリッド種とかね、このロブスターの血じゃないな、植物だから遺伝子が入ってるやつを掛け合わせて、新たな品種改良みたいのをね結構頑張ってやってくれたりとかするんですけども、多様性がね、このアラビカみたいなやつだとなんだろうな、ロブスタだと染色体数が44っていうのは結構有名だと思うんですけど、有名なのかちょっと分かんないですけど、間違ったロブスタとか、ロブスタというよりもアラビカ以外は染色体数が22なんですよね。で2倍体なんですよね。2倍だから染色体が11種類あって、それかける2の22っていう意味で2倍体なんですけれども、だからその染色体の種類が11あって、それでですよね。でアラビカは確かそのロブスタ、カネフォラとも言いますけど、そのロブスタとなんだったっけ、ユージェニオイデスっていう、またコフィア・ユーゲニオイデスね、コフィア・カネフォラとコフィア・ユーゲニオイデスがなんていうの、基本的には交配できないはずなんだけど、突然交配突然変異バージョンの突然交配っていうのかな、でなんか交配できちゃって、その時に染色体数が4倍体になったっていうのは本で見たことがあるんですよ。染色体種数が4倍体になって染色体数が44になったんですよね。だから11種類の染色体が4セット ×4 の44になったんですよ。普通のコフィア属っていうのは全部22なんですよね。2倍体の22で、しかもアラビカの44はカネフォラとユーゲニオイデスがどういう割合で混じってんのか分かんないですけど、それがさらに混じってるから、突然変異交雑
で44倍体になったっていうのは本で見たことあるんですけども、その兼ね合いで自家受粉も同時にできるようになっちゃったんですかね。ちょっとその辺は私も調べたことがないので分かんないんですけども、とにかくつがいがなくてもというかね、勝手に一人で自家受粉できるアラビカちゃんの出来上がりみたいなね。しかも美味しいよみたいなしかも味が美味しいよみたいなで、さらによくコーヒー関係の歴史を見るとね、いろいろこのよくねカルディの伝説とかあるじゃないですか。このヤギ使いかの男の子がとか、なんかこういうのでコーヒーってあるんだみたいな発見してみたいな、それで宗教的なんとかでここでよく飲まれるようになって、その後どこの国に伝播して、その後さらに伝播して、さらにこう来てみたいな、結構いろんな国にコーヒーの木がいろいろ船とかで運ばれて、結局最終的にこんな風にいろんなとこでコーヒーの栽培が、植民地とかでね行われるようになってとか、なんかそういう歴史があるわけですけども、やっぱりね時ってこのコーヒーの木の苗を何千本も船で移動したとかじゃなくて、なんか何本だったっけちょっと忘れちゃったけど、この6本とかね、6本ごめんなさい、実際に何本か分かんないんですけど、せいぜい数本とかでいろんな国とかに行って、そこで繁殖できたのはやっぱり自家受粉ができたからっていうふうには言われてるんですよね。これがこのアラビカ以外の一般的なコフィア属のやつだったら、いわゆる多花受粉、自分以外の木のおしべから飛んだ花粉を自分のめしべに入れてみたいな感じで、だから遺伝子的に近いやつとかはあんまり受粉しないっていうのもなんかで読んだことあるんで、なんかそう考えるとある程度数がないと繁殖できない、育たない、受粉できないっていうのがあるので、数本ね船でどっかの全然違う国に持ってったからって、そこでたくさん栽培できないわけですよね。そこで体は弱いが自家受粉ができるアラビカちゃんがいろいろね、いろんな国に伝播されてって、そこでね、そういういろんな植民地とかでね栽培してどんどんコーヒーというものがね世界中に広まっていったっていう、その偶然を考えるとちょっと胸熱だなっていう風なね気がしますね。そこまで妄想した時にねちょっと思い出したんですけども、なんかまた話全然変わるんですけど、なんかここ近年ねよく少子化ってニュースとかなんとかで言うじゃないですか。それが問題だ、少子化がなんだ、子供を増やすにはなんだとか、なんだの政策だとかね私もこの前ね国民健康保険がすげえ高いって言ってた中にもねなんだったっけ、子供なんとかかんとかっていうのもねちょっと8000くらいかな増えてたりとかしたななんて思ったんですけどもいいや、このね少子化問題のニュースとかなんかその記事とか見ると、私なんかふと思ったのが、人間も自家受粉できたらいいのになってなんかこの前そういえば思ったなとか、それをちょっと思い出しました。アラビカちゃんみたいにねアラビカ種みたいにね自分一人で自家受粉みたいなね、人間の場合は、自家受粉っていうか、クローンみたいね、自分一人で別に誰とも関わらずに女だけでいけちゃいますね。そうするとアラビカちゃんって性別的、植物だから性別ってあんのかな。アラビカちゃんは男であり女であるんだ。そうだな、アラビカのおしべから出た花粉がめしべのなんとかっていうところに入ってっていうやつなので、おしべとめしべが両方あって、植物は全部そうかいいやちょっと話がまたわけわかんなくなるので、とにかく人間もコフィアアラビカちゃんみたいに自家受粉できたらもっと計画的にというかコントロールして
人工をね簡単にできるのになっていう風に思ったりしましたね。人間は自家受粉ができないので、女一人では産めないので、せめて結婚とかはしなくともどっかから精子をね調達してこなければならないわけですよね。精子バンクとかなのかな。でもなんかで見たんですけど、確かね日本だと精子バンクから精子を独身だと買えないっぽいんですよね。だから結婚とかされてるカップルが、ご夫婦の方が不妊とかで悩んでてとか、多分そういうなんかで精子バンクの精子の提供を受けるとか、そういうのはできるっぽいんですけども例えば独身女性の方で、もう私は一生結婚とかもしないけどちょっと子供は欲しいわみたいなね、自分の子孫は欲しいわみたいな場合に、じゃあ精子バンクで精子買って体外受精とか人工受精みたいのをしてっていうふうに思った時に、日本だと独身独り身だと精子バンクから買うっていうのはねちょっと難しいらしいんですよね。だからもう海外に行ってとかそういう話になっちゃうらしいんですけどもね。なんかそういうのを考えたらね、ちょっと日本だと自家受粉人間的自家受粉、自家じゃないんですけど、一人で子供を産むっていうのは難しいんだなっていうふうに思ったりしたよっていうねそういう話ですね。がね、最近というかね、ここ数日ちょっと時代小説を読みながら、ちょっといとこ同士の結婚って昔は普通にあったよねなんていうところから、劣勢遺伝子とかね、あと多様性を求めるのが大事でとか、そういう妄想からなぜかまたコーヒーの話になってその自家受粉、アラビカちゃんみたいに自家受粉ができたら少子化のコントロールももっとしやすいのかなって思ったりとか、人間は自家受粉できないけどねみたいなね、そんなことを思ったよっていうね、どうでもいい話でございまして、ごめんなさい。また今回もねちょっと、マニアックなというかね、私の連想ゲームの妄想の話になってしまいましたが、はい、ということでございました。それではまた。